こんにちは、文芸評論家の三宅佳穂です。今日はですね、京都 Vlog ということで、私がおすすめの京都スポットを一緒に回ろうという企画になっております。今ね、向かってるのは四川堂っていうところなんですけども、私ね、京都で一番好きなところと言っても過言ではない。なんかさ、四川堂ってさ、すごい綺麗でめっちゃいいところの割に、意外とね、人がいなかったりするんですよ。マジで京都に来て、でもちょっと人多すぎるぜって思う方は本当におすすめです。ちょっとあれかな、駅からやや離れてたりするんですよ。なのでまあ歩かなきゃいけないところではあるんですけど、確かに駅から。なのでちょっと人少ないのかなと思うんですけど、そんなにほらほら人いないでしょ、そんなに。これは何を見せようとしているのか、みゆきは。全然混んでないですよ。これね、一応平日ではあったんですけど、言うて普通に昼間ですよ。なんかだからさ、京都って今人すごいんじゃないとか言われるんですけれども、いや、そんなことないぽよっていうのを言いたいぽよって感じです。なぜ今ぽよを言ったかというと、まあ、場所によっては混んでいるからです。でもね、住宅地とか、四川堂とかみたいな、まあ、穴場的なところだとそうでもないので、まあ、こういうところも結構京都スポットとしていいんじゃないかと思ってご紹介してみます。ちょっとこれ多分予定によれば、年末に出す予定なんですけれども、この動画。どうでしたか？ 1 年間元気にお過ごしになられましたか？誰いきなり。でもさ、やっぱり京都って、ちょっと、なんですか、行く年来る年感ありますと言いますか。なんか、若干なんていうのかな、心を落ち着けて、一年のこと考えるみたいな年末モードに見るにはいいところなんじゃないかと思うので、ぜひ見てみてください。これは文字があったら読まずにはいられないので、上の文字を読もうとしたけど、読めないなって思った三宅です。なんか活字通読あるあるだと思うんですけど、とりあえず、こういうさ、もう庭見るしかないみたいなところでも文字読んじゃうみたいなのありませんか？いや、これね、庭見てるように見えるでしょ？これもう上の文字読んでるからね。庭を見ろ、庭を見ろと思いました。今自分を見ていて。そして、やばい、これ撮られているっていうことで気づいて。これでも、あれじゃない？ YouTube でさ、私喋ってもいなくて文字も見てない、ちょっと三宅って意外と珍しい光景ではって今ふと思いました。こっから何かを説明してるけど、これね、おとなしの動画なんだよな。わかっているのかなこの人物は。というわけで、中はですね、結構すぐお庭になっていて、なんていうのかな、お庭がね、なんかいつの季節行っても綺麗なんですよ、四川堂は。そこがいいなと思っていて、なんか、お庭ってさ、ほら、紅葉の季節がいいとか、桜の季節がいいとか、そういうのあると思うんですけれども、意外と、どこの季節でも、なんていうのかな。まあ今みたいなちょっと色づいたぐらいの季節も緑と紅葉が相まってね、すごい美しいし、それでなんか夏とかに来てもやっぱ新緑が美しかったりとか、結構いつ来ても楽しめるのが四川堂のいいところだなと思いますので、ぜひ京都にいらした際は来てみてください。京都って言えばどこに皆さん行くんですか？京都来たことありますか？ほらほらほら、何か言おうとしてるけど、これ音入ってないんだよ、君。ああ、でもやっぱ美しいな。これちょうど行ったのね、10月だったか11月の最初かなぐらいだったので、本当になんか結構お散歩の季節にちょうどよくて、日差しも美しくて、なんて京都 Vlog 日和なんだと思って感動しました。ちなみに、この動画は、マネージャーさんがわざわざ京都まで来てくださって撮ってくださってます。神、本当に神。ありがたすぎますね。そうそう。だから、秋のいい季節に撮ったので、ちょうど秋に変わるぐらいの季節の紅葉が見られるんじゃないかと思います。でね、ほらほら、可愛いよね。こういうちょっとしたね。これなんて言うんだっけ？南天？そうそう、南天だよね。南天って可愛くないですか？なんか私実は山崎怜奈ちさんが京都に遊びに来てくれた時にもう四川堂を案内したんですよ。なぜなら四川堂ってそんな人いないからさ。そう。怜奈ちさんって普通に京都来てくれるんだよ。普通にしてフラッとなんか遊びましょうって言ってくれるんですけど、なんか私からするとさ、その怜奈ちゃん普通に京都歩いていいのって思ったりするんだけど、まあ意外とまあその時もね、全然平日だったから確か人いなかったんだよな、そんなに。そうそうね、なんか怜奈ちさんとさ、遊んでた時にさ、なんか、いきなり何点私が取り出したら、すごい
母さんすごい難点ばっか取るじゃないですかって、すごい言われた思い出があります。でも、ねなちさんは落ちてる葉っぱ拾ってて可愛かったです。リアルさん可愛い情報です、これは。で、ほら、なんかさ、赤とススキと緑がいい感じに本当に混ざり合ってて風も吹いてて、すごく美しいですよね。なんかここで一句って感じですね。ちょっとプレバトだったらここで一句してるね。俳句。どうですか？ちょっと自信作できた方はぜひコメント欄に書いてください。いやー、いい季節だな。そうなんですよ。京都は、11月の後半とか、12月の前半ぐらいが紅葉のシーズンではあるんですけれども、なんかね、意外とね、これぐらいの10月とか11月とか、なんか9月、10月あたりに、9月ちょっと今最近暑いかな、まあでも10月ぐらいに来ても、紅葉のシーズンじゃなくても、ちょっと北の方に行けば色づいてたりするのでおすすめだったりしますよ。京都おすすめスポットとかなんか行って楽しかったスポットとかあったらぜひ教えてほしいな。あ、なんて心が洗われる風景。もう本当にさ、やっぱ日々仕事だろうなんだろう疲れているとこのようなお庭にやっぱ癒されますよね。私お庭っていいなって思うのがさ、なんかザ自然じゃなくてさ、なんか人の手が入り、その人が作品として作り上げようとしている自然っていうのがなんか良くない？グッとくるんですけど、私だけなんかさ、和歌とかも俳句とかもそうだけど、ただの自然ではなく、そう、なんか野放図に天然で作られてる自然というよりも、人間が自然を美しいと思って、この自然の美しさをどうにかして作品にせればって思った、その心が、なんかこういう一つの庭っていう作品になっているっていう、その心意気和歌とかもそうだけどさ、なんか言葉でその自然を残そうとしたっていう、なんかそこがいいなって思いますよね。そして私物入れすぎて、ちょっと待って、カバンなんか開いてないちょっと今一瞬衝撃の映像が映ったんですけど、閉められてなくない？ああ、ほら、閉められてない。あらら。まあ、でもいい天気なのが分かったでしょ。あとさ、このでっかいススキいいよね。私、先頭のこのでかいススキ結構好きなんだよね。なんか、先頭に行った暁には、ここがでかいススキかと思ってやってください。結構でかいんですよ。多分間近で見た方がわかるんじゃないかな。庭散策を終えて戻ります。そう、皆さんの心癒されスポットは何ですか？なんか逃避する場所とかどこなんですか？私はね、それこそ京都に住んでるので、やっぱ鴨川とか結構ね、逃避スポットなんですけど、なんかこういうお庭もやっぱ現実離れするのにいいなって思ってます。そして、本を読み始めました。おもむろに。これは本を読む三宅です。なんかさ、新幹線で本読むところを撮る動画上げたじゃないですか。で、早くになってる。突然タイムラプス。そう。で、そのさ、時にさ、なんか新幹線のなんかどういう風に過ごしてるかよりも、その読む速度の方が注目されてて、あ、そこなんやって思った思い出があります。そして次は円光寺です。円光寺は四川堂のすぐ近くにあるので、ぜひ、セットで行くといいと思います。マジですぐ近く歩いて行けるところなので。で、ここもまた円光寺もまた人がいないんですね。四川堂と円光寺は私的になんか京都に誰か来るってなったら、ちょっと案内したい二大スポットって感じです。なぜいつの季節に行っても綺麗だし、人もそんないないし、それでいてゆっくりできる。そうそうそう。お庭眺めながら人とゆっくり喋るみたいなこともできるので、そこもいいなって思いますね。ほら、松がもう絵画のような美しさですよね。円光寺とかそういう四川堂のなんか歴史的説明とか全然してなかった。ちょっと詳しくググってください。いや、でも、ちょっとね、登るんですよね、円光寺ってね。なんか、お庭が有名なので、もしかしたら庭とかの写真見たことある方もいらっしゃるかもしれないですね。結構この辺の左京区の上のあたりっていうのは、他の動画でも紹介したかするか、ちょっとこの時公開されてるかわかんないんですけど、経文社っていう有名な書店さんがあったりとか、あと私がよくサインしに行ってる仲良しの書店員さんがいるので、サインしに行ってる大垣書店高野店とかもあるので、結構書店スポットとしてもね、割と良かったりとか、あとちょっと下がる、南に行くと、平安神宮とか岡崎のあたりとか、京都の美術館とか図書館とかがあるスポットにもなるので、一緒にもしかしたら楽しんで、回りやすいところなんじゃないかなって思います。
京都はね、その左京区って言われてるエリアが、京大があったりとか、あるいは結構造形大があったり、造形大って今言わないね、京都芸術大学があったりとか、結構学生さんが多いスポットで、なんかちょっと文化的って言われてるスポットだったりしていますね。そしてまた文字を読みたがる。やっぱ文字あると読んじゃうよね。文字あると、読んじゃうっていうのさ、あたかも骨髄中毒の人だけに思えるかもしれないんですけど、なんかでも現代人情報ジャンキーだったりするから、そういう人多そうだよなって今なんか喋りながら思ったわ。そしてここは紅葉のと緑の赤のあたりが本当に美しいですよね。いやー、なんて素敵なんだ。ちなみに、今日着てる服はですね、服紹介の動画結構好評で嬉しかったんですよね。羽織ってるのあれだよ。配信したじゃないですか。配信をね、私が旅先のホテルからしたらめっちゃ暗がりで配信することになって、ホラーみたいな映像が撮れた配信があるんですけど、あれでもかけていた、カオスっていうところの、ブランドの上着で、中の黒い服は、あれかな、ウィムガゼットのやつで、ジーンズはですね、これ韓国旅行に初めて行った時に、アウトレットの、古着屋さんみたいなところで、まず結構いいジーンズっぽかったんですけど、その古着屋さんゆえに、1万2万とかで買えて嬉しかった思い出のジーンズです。この時ね、かさんとか、アスナコさんっていう、とか、ナコさんとかっていう、インターネット友達が私にはいてさ、話題名で読むんですけど、アスナコさんとか YouTube はやってるので、ぜひ見てみてください。そうそう、私の気仙沼の時にね、YouTube で登場してくれたお友達なんですけど、とかと、初めて韓国に行って、そう。その時にね、買った思い出の、みんなで服買って、何買ったかって、ホテルで言い合ったりして楽しかったな。韓国もまた行きたいな。韓国の書店をさ、巡る YouTube とかさ、ちょっと仕事でも行きたいですよね。そういうの撮りたいですよね。三宅書店 YouTube がもうちょっとでかくなったらそういう海外ロケも結構したいものです。何爆笑してるんだろうね、私。全然わからないよ。そう、何か面白いことがあったんでしょうね。そう、だからここはね、すごい竹があって、そして紅葉も楽しめるという、いいスポットなんですよ。どっちも楽しめるよ。こういうさ、なんていうんですか、竹林の風景って嵐山とかで写真撮れそうな気がするんですけど、なんと円光寺だとそんなに人がいないところで写真が撮れるので、映えスポットを気にする女子たちにもおすすめだよってことですね。いやー、ダメだ。さっきから心が現れるしか語彙が出てこない。私さ、好きを言語化する技術っていう本出してて、その副題が推しの素晴らしさを語りたいのやばいしか出てこないっていう副題なんですけど、いや、言うて私自身も、本当にいいものってやばいとかしか出てこないから、あんな本出しておいてってよく思うんですけど、やっぱこれぐらい美しい場所っていうのはね、そういう言葉しか出てこないなって思いますよね、本当にね。いや、なんて美しいんだ。来年はこんな動画見たいとかリクエストあったらぜひぜひ教えてください。ちょいちょいね、読書の悩みとかこんな動画見たいですっていう、コメントくださって嬉しいです。私ね、来年はいつかあれやりたいんだよね。読書配信とか、あとさ、勉強だとさ、スタディ with me みたいなのあるじゃないですか。一緒にほら、リアルタイムで勉強するみたいな。ああいうのの、読書版撮りたいですね。そしてここはわざわざ登ったけど墓だなぁと思って、降りようとしているところです。竹林がね、いい感じに京都感があって綺麗ですね。京都ってブランディングうまいよな。京都感、竹林とか言ったら京都っぽいなとか思っちゃうもんな。それがすごいですよね。すごいですよねって他人事のように言ってるけど、私は京都を尊敬している。住民だけど普通に。そう、京都といえば、いろんな文学作品もありますよね。京都が舞台の文学作品だと何が好きですか？私はね、ささめゆきっていう谷崎潤一郎の小説がその関西を舞台なんですよ。で、その戦前の関西が舞台だから、すんごい贅沢な関西の描写がすごい美しくて、そこに出てくる京都の描写とかもすごく好きですね。
あとやっぱり世代的にさ、森見と美彦もうドンピシャ世代っていうか、私が、その中学生とか高校生の時に夜は短し歩けよ乙女とか、四畳半神話体系とか、刊行されたんですよ。それこそ美女と竹林っていう本もね、森美さん出されていますけれどもね。そのあたりの本を読んで、京大に入ったっていう人がもう大量にいましたね、私の周りに。何気に私もその一人です。やっぱ森見と美彦的世界観だと思って京都に行きましたね。いい天気ですね。いや、もうこれ動画出す頃には寒くなってるんだろうな。なんか本当にさ、秋なくなってきましたよね。でみんな言ってるけど、でもこの日はね、いい本当に秋の日だった。秋晴れっていう感じの日でしたね。やっぱここで秋晴れを使った俳句読みたくなりますね。俳句読みたいね。何の話だっけ？そう、京都の小説の話ね。森見と美彦さんとか。だから私、本当京大に入って、四畳半神話体系のアニメ見ながら、別ついたりとかしてましたね。なんかこれは池で、ワンワンになってるのはあれですね、アメンボがたくさんいてさ、なんかアメンボってめっちゃ久しぶりに見ましたねっていう話をマネージャーさんとしたんですよ。アメンボってさ、なんかやたら小学生の時見ない？あれ何だったんだろう？なんであんなにアメンボ見たんだろう？私が田舎に住んでたから、でも田舎とか関係ない気がする。別に今も、そんななんか京都大都会って感じではないけど、私が住んでるところって。でも、なんだかんだ、アメンボ別にまじまじと見ることないもんな。なんか、あれかな、やっぱ通学路とかで寄り道とか友達となんか、ぼーっとなんか見たりするからアメンボとかも観測できたのかな。アメンボってなんとなく小学生の頃の風景の、なんか、要素の一つって感じがしますよね。なんか小学生的モチーフってありますよね。なんか学校のさ、ものとかだけじゃなくてさ、アメンボもそうだし、なんだろうな、なんか朝顔とかもさ、やっぱり、なんか、小学生の時に最も人生よく見たな、みたいな。あとプチトマトとか植えるちっちゃいさ、小学生が理科の実験でしか使わないタイプの鉢とかね。とか言ってた。金木犀がほら、綺麗です。かわいい。なんか、こういう、難点とか金木犀とかやっぱ可愛いって言っちゃうな。てかさっきの金木犀で合ってたのかな？もし間違ってたらちょっと訂正してください。適当なこんな感じで喋るなっていうね。っていうか待って、この動画さ、やっぱこんななんか美しい、ゆったりとした風景にこんな早口のナレーションついてていいのかと思うわ。ちょっとナレーションありバージョンとなしバージョン作ってもらおう。そう、でも円光寺はいいぞ、ゆっくりできるぞっていう話ですね。今年はどんな年でしたか？ちょっとこれを見ているあんたがどんな年だったかコメント欄で教えてくださいよっていう話だったんですけど、私はね、もうよく働きましたね、本当にね。あとなんかいろんな地方今年はすごく行けたのが楽しかったな。YouTube 始めたのもあったし、始めたっていうか前からやってたんですけど、三宅が行くっていうこの全国のね、書店巡りシリーズを始めたのは去年の10月とか11月とかだったので、なんか本格的に行くようになったりとか、できたりとか、結構トークイベントとかいろんなところ行けたのも楽しかったです。というわけで円光寺終わります。ぜひ行ってみてねっていう。予約がね、いるらしいんですけれども、意外と行けるっぽい。と言ってたら、下鴨神社に入りました。というわけで下鴨神社です。本当に下鴨神社はさ、大学の時も近くだったし、今も結構ね、初詣でなんか好きで行ってたりとかする、割とね、好きな神社の一つなんですよね。なんせ下鴨神社はさ、拝観料がいらないのよ。だから、ふらっと行けるし、ほら、このね、下鴨神社に入るまでも結構歩くんですけど、その道のりもすごく美しいんですよね。何か喋っているけれども、これはね、私がね、こっちで喋るんだよ、三宅。分かっていないだろうけどね。なんかこの喋ってるバージョンの、なんかショート動画ででも出そうかな。何喋っているんだろう。いや、でも、後ろのね、紅葉がすごい美しい感じになっていますね。この時は何もお祭りとかやってない時期だったんですけど、下鴨神社はすごいお祭りがやっていてですね、例えばみたらし祭りっていう中の川に足を浸す
お祭りだったりとか、あるいは下鴨のね、古本祭りっていうのがやってたりとか、催し物と言いますかね、やってたりするので、もし来たらちょっと覗いてみると何かやってたりするかもしれないですよ。あとね、三井別邸っていうそのところもさっきちらっと見えたと思うんですけれども、なんか特別公開とかもしてたりするので、その辺もやってたら公開がね、拝観公開がやってたらぜひぜひ覗いてみてください。で、この中からそろそろ、はい、本格的な、境内の中ですね。そう、広いんだよ、本当に。この下鴨神社って。ほら、境内の中にあるまでに、ほら、森にさ、なんかさ、結構行くような、今地図が見えたでしょ。で、このね、森みたいなところを本当に入っていく感じなんですよね。ここの有頂天家族っていう、ほら、森富彦さんの小説だと、狸がこの中にいて、その狸が主人公の小説とかがあってたりとか。あと、川がほら、中にあるじゃないですか。だからね、ホタルとか結構いたりするんですよ。だからサークルでなんかホタル見に行ったりとかしたな。懐かしいな。あと向こうに見えている神社が見えているかと思うんですけど、あれはね、河合神社って言って、よくお祭りがね、お祭りじゃない、ごめんなさい。お守りがバズるっていうので有名な河合神社です。ぜひ調べてみるとわかると思います。なんかね、レースのお守りとかあったりとか、美麗祈願って今書いてたと思うんですけど、なんか女性向けの、美容のなんていうんですか神社になってるので、すごいね、レースのね、お守りが可愛いんですよね。で、この、忠須の森ってそう言うんですよね。で、蝉の小川っていうところを抜けていきますよという。ちなみに下鴨の古本祭りの時期は、あっちを、辺が、さっき見えたところが全部本で、埋まります。しかしね、古本祭りの時期は、まあ、これが暑いんだわ、本当に。だからね、なかなか、なんて言うんですか。まあ、皆さん、覚悟して来てくださいってやつですよ。そうなんだよな。なんか、京都ってさ、本当にいいところなんだけどさ、暑いんだよね。そして寒いんだよね。いやもうこの動画が出る頃にはきっと寒いであろうとちょっともう戦々恐々と私しておりますが、まあ、しょうがないよね。盆地だからねっていつも思っていますね。寒いのと暑いのどっちが苦手かってすごい人によると思うんですけど、もう私は本当に寒いのが苦手でですね。冷え性なんですよ。だからもうずっとあったかいお湯とか飲んでるんですけど、冬は。なんですけど、まあ京都だと本当に、私初めて高知から京都に行った時に、本当冬の寒さにびっくりしたもん。もうね、こたつが当時あったんですけど、出れないってびっくりしましたね。そうなんだよな。でもこれを本当動画がある頃にはもう年末で寒いんでしょうね。いやー、今年1年どうでしたかってさっきも話したけど、ぜひぜひなんか、今年1年こんな本読んで面白かったよとか、こんなことが楽しかったよとか、コメント欄で教えてください。なんか YouTube で結構コメント欄で交流できるようになったの、本当今年いいことの一つだったなって思いますね。私、ポッドキャストもそう、今年始めて、視点倉庫っていうポッドキャストやってるんですけど、あとこんな本どうですかっていう、谷頭和樹さんっていう方とやってる、ポッドキャストもやってるんですけど、なんかそういうところだと結構お便りっていう形で長文で、割と、なんていうんですか、交流のメッセージいただいてたりとか、あとツイッターとかではね、リプライでいただいてたりするのもすごく嬉しいんですけど、感想書いてくださったりとか。なんか YouTube のコメント欄ってもうちょっとそれよりは、気軽に書けると言いますか、なんかちょっとした本当コメントも書いてもらえるのがなんか嬉しいなと思うので、こういう動画作ってくださいとかあったらぜひぜひいつも見てるので、コメントもらえたら嬉しいです。とか喋ってたらちょっと境内が見えてきたぞ。そう、でも結構さ、長いなって思うでしょ。これね、忠須の森ってね、夜来ると怖いんだよ。そうなんだよ。
夜のタス森は怖いぞっていうのね、なぜなら真っ暗だからマジで。あ、これ多分ね、ホタルの話してますね。ホタルを、そうそうそう。この辺で結構いたりするんですよ。ほら、川が見えるでしょ。そう。だから見に来てさ、なんか友達と、なんか結構何人かでだいたいサークルでなんかホタルとか見に行ったんですけど、怖いんだぞっていう話を多分してますね。そうなんだよ。夜、本当に真っ暗ですからね。当たり前なんだけどさ、そりゃたる気も出るっちゅうにっていう感じですよね。なんか、この辺のその鴨川とかは本当に、なんちゅうかこう、動物が豊かで、動物の存在が、カモももちろん川にはいるし、あとなんか台風とかあると、なんか結構たまにオオサンショウウオがいたりとか、すごくなんか不思議な光景が広がっていたりとかしますね。いやー、でもなんかこれ、本当にこの季節に動画撮れてよかったな。なんかちょうどいい季節になってるな。そうなんですよね。京都のおすすめスポットとかももうちょっと紹介していきたいな。せっかく住んでるので。なんかさ、おすすめのやっぱりカフェとかご飯屋さんとかご興味ありますか？どうですか？やっぱ書店さんとかの方がいいかな。なんかこういうスポットあったらおすすめしてほしいとか、なんだろう、本読むスポットとかあとね、なんか多分動画撮れないけどね、漫画ミュージアムはおすすめですよ。京都に漫画ミュージアムっていうのがあるんですよ。で、そこで、割とこう、なんていうのかな、こう、漫画の、アーカイブなのかな、あれは。なんかとにかく大量の漫画が入ったら読めてですね。漫画家さんのなんか展示とかもやってたりするし、結構いい展示がね、やってるんですよ。だから漫画好きはぜひ漫画ミュージアムは行ってみてほしいです。YouTube 撮れなそうだけどな、だから口頭でお伝えします。あ、とか言ってたら、ちょっと境内が見えてきたぞ。そう、あそこでね、みたらし団子とか食べれるんですよ、中で。素敵でしょう。そう、あとね、ここの近くにすごい美味しいみたらし団子があるんだよ。あと、出町双葉っていう豆大福の有名なお店もあったりするので、結構この辺は和菓子好きには熱いスポットなので、ぜひみたらし団子と豆大福を狙ってみてください。豆大福はね、並ぶからね、朝一に買った方がいいっすよ。あと、本当に出町双葉の豆大福食べたかったら、京都駅にあります。実はね。ほら、祭りいっぱいやってるでしょ。で、とうとう境内まで来ました。一応礼とかしてみるかな感じですが、私あんまりそういうのを気にしないタイプ。気にしなくていいのかなって、ほら、気にしないタイプって言っている。結構ね。こういう、なんかこう、爆語りするとか、本の話、爆速で喋るとかだけじゃなくてゆったりした動画もいいですね。いや、喋りはさ、そんなにゆったりしてないかもしれないんですけど、でもなんかやっぱこういう画面がゆったりしてると目にいいかもしれないよね。特に後ろの自然がね、現代人目使いすぎですからね。緑を見てね、みんな目をいたわっていこう。目いたわるアイテムって何使ってますか？私結構探してるんですけど、私はね、メグリズムっていう、目をさ、温めて、こう寝られる。なんかあれを寝る前につけて、こう、寝るっていうのが最近ハマってるんですけど。あと、なんか目薬とかもさ、それこそさ、いろいろあるけど、なんか結局自分的には何がいいのかとかね、割とこう、違ってたりとかするので、なんかおすすめの目いたわりアイテムもぜひ知りたいところです。来年それを探すことを目標にしようかな。って言ってたら下鴨の中に入りました。いやー、広いよね。中華なんかさ、このさ、森以外何も見えない感じってやっぱすごいよね。京都っていうか、この土地にしかないよね。外に何も見えない。この景色だけは平安時代から変わらんって感じの。というわけでですね、今日おすすめした3スポットはぜひ京都にいらした際は来てみてください。チャンネル登録といいねとコメントもよろしくお願いします。それでは皆さんありがとうございました。